どうも、大金です。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回はついに来ました M1 Pro、新型 MacBook Pro 14インチ、こちらをね、開封レビュー、していきたいと思います。ついに届きましたね、この14インチ。今回は最安のね、ベースモデルのレビューになります。で、今回主には、今僕が使ってるですね、この M1の MacBook Air との比較になります。前半はですね、新型 MacBook Pro のデザインとか外観ですよね。今回変わった点、結構多いので、こういった点をですね、しっかりM1 とかと比較しつつ見ていきたいかなと思います。後半は気になるやっぱね、中身のその性能面なんですよね。はい。もちろんそのベンチマークのね、スコアだったりとか、そういった比較とかですね、あとファイナルカットで、実際この書き出ししてどうなのかみたいなところもやってみましたので、ちょっと驚きのね、結果がもうちょっと出たみたいなね、ところもあったので、ちょっと購入の参考とかにね、してもらえればと思いますね。で、最後はじゃあその上で、じゃあどういった人がね、このプロのじゃあ例えば14インチ最安モデルであっても、買うべきなのかどうかだったりとか、じゃあ M1 にね、じゃあするべきなのかどうかみたいなところをね、なんとなくちょっと分かったのでお話ししたいかなと思います。こちらのチャンネルでは Apple 製品をはじめとしたリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画定期的にアップしてますので、まだチャンネル登録しない方はぜひね、チャンネル登録お願いいたします。もうこの機会にしてもらうともう死ぬほど喜びます。本当にありがとうございます。いつも。コミュニティ機能ってものでね、Apple 製品はじめとしたこのお得なね、情報とかもね、そういった情報もね、通知ベルオンにしてぜひ見逃さないようにしてもらえればと思います。まずはね、ちょっとこの外観の方から、見ていきたいと思います。かっこいいでしょう。はい。ということで、こちらがですね、MacBook Pro 14インチ本体ですね。端はね、丸い形で、ただ全体的には結構四角く見えるのかなと思いますね。はい。で、これ比較のためにね、M1 のこれエア並べてみました。同じ色としてはスペースグレーなので、ちょっと分厚く見える感じはやっぱりありますよね。パッと見て。はい。で、これ下がプロですね。プロで、上がエアになります。エアの一番厚い部分よりも、ちょっとあれなのかな。はい。で、エアは結構こっちが細くなっていくようなデザインですね。全体的にちょっとサイズ感的には、ちょっと大きいのかな。で今回ですね、端子が、つきました。今までこの USB-C だけだったのが、マグセーフ、くっつくタイプ。よいしょと。これマグセーフ対応で USB-C ですね。こっちイヤホンジャックがついて、これ左側ですね、両方とも。今、USB-C で充電自体もできますと。こっち側そんな変わってないかな。この辺、ヒンジのところが。ちょっとプロの方が僕は開けやすいかなと思いますけどね。ちょっとエアーはこう、刺さる感じが、あります。右側が、今までこのイヤホンジャックだけだったのが、SD カードスロット、USB-C、HDMI ですね。プロの方は、ファンの穴がありますかね。エアーもちょっと開いてはいるのかな。これ裏側なんですけど、横にこのファンの穴が開いてたりとか、プロのインジがありますね。エアーは穴とかは特に、開いてないっていう感じですね。プロさっと眺めると、結構丸いなっていうのが。はい。今回特に変わったのがやっぱ画面かなというところなんですけども、画面が、よいしょと。こちらがエアーですね。画面。こっちが13インチで、こっちは 14.4 インチですね。表示域の違いとかね。13インチはやっぱね、ちょっとこれフィルム貼ってるのもあるんですが、結構ベゼルはあるかなっていうところなんですけど、14インチはもうかなり、端までありますね。で、ちょっとノッチがあるっていうのはあるんですが、はい。こんな感じですね。あとキーボード。エアの場合はね、ちょっとこう白い形だったと思うんですが、周りが。14インチはこの黒いね、キーボードに変わりました。ちょっとでも指紋目立つかなっていうのはありますね。で指紋センサーとかも結構大きめにはなってますね。エアは結構ちっちゃいですかね。で、トラックパッドもやっぱちょっとね、プロの方が大きいかなと思います。ここら辺は結構エアはね、低くなってるかなっていうところで。で、画面が今回120Hz 対応したので、エアーはこんな感じなんですけども、ちょっとヌルヌルした動きが、どうですかね、わかりますかね、これ。高速で動かしてもですね、割とヌルヌルした感じが、これエアー、プロですね。結構ゆったりしてる動きを感じていただけるんじゃないかなと思います。やっぱこう表示域とかもちょっと大きいかなと思いますね。こっちエアーでちょっとこう写真隠れちゃってるんですけども、14インチはヌルヌルした使い心地で結構僕は気に入ってますね。こちらがM1 の MacBook Air のね、インカメラで撮っております。映像はどうでしょうか、マイク。
ちょっとね、光は、暗めであえて撮ってます。ちょっとざらつきが気になるかなっていうのは、ありますね。で、こちらがですね、新型の、M1 Pro、MacBook Pro 14インチ、で撮っております。マイク、いかがでしょうか。音質とか映像もね、はい、見た感じやっぱ綺麗かなっていうところはありますね。ちょっとマイクの位置がね、違うので、はい、微妙にね、こう、位置が、調整が必要だけど、はい、いかがでしょうか。これも同じね、環境で撮っております。続いてはね、スピーカー性能、結構ね、この14インチかなりすごいので、ちょっと見ていきたいと思います。まずはね、Air 13インチ。プロ14インチ。エアーですね、13インチ。なんか最大音量が違うな。プロ14インチ。音のやっぱ広がりがすごい。見てもらったと思うんですけども、今回やっぱ僕が特に良かったなと思うのはやっぱりこの画面ですね。はい、ディスプレイと、やっぱスピーカーかなっていうところで、特にこの明るさ、全然違うなっていうのと、やっぱ 120Hz の非常にこう滑らかな、動きの画面ですね。1秒間に120回書き換わるので、あとやっぱミニ LED とかもめっちゃ綺麗だなと思いました。特にあとスピーカーですね。最大音量もちろん大きいっていうのもありますし、ちょっと動画だとね、伝わりづらいとは思うんですが、やっぱ音がね、すごい空間的に聞こえるんですよね。音に包み込まれるというか、非常にこう立体的に聞こえて、包み込まれるなと思って、非常に臨場感あるなと思って、ここは結構違うなと思いましたね。ただやっぱ本体のね、重さとかは、どうしてもね、気になるところはありますね。ちょっと重めではありますけど、この辺は慣れなのかなってところもありますけど、今回厚さに関しては、そこまで僕は気にはならないかなと思いますね。ということでね、続いては気になるこの中身の性能。じゃあ正直この標準モデルでもどうなのかっていうね、M1 と比較して差が出るのかみたいなところもね、ちょっと見ていきたいかなと思います。で、まずはね、ちょっとギークベンチから、見ていきたいと思います。どうぞ。ギークベンチスコアですね。性能数値で測れるものですが、こちらがなんで M1、Pro ですね。メモリ 16GB、こっちがなんで Air、メモリ 16GB M1 チップ、ちょっと測っていきたいかなと。さあ、どうなるのか、ちょっと注目ですね。今思ったけど、やっぱちょっと反射が、やっぱりプロの方が少ないのかな。ちょっとこっちはフィルム貼ってるっていうのはあるんですけども、さあ、ちょっと待ちたいかと思います。結果出ました。M1 が1725シングルコアで7384ですね。一方で14インチ M1 Pro 最安モデルですけども、1760と9575なので、若干高いかな。マルチコア、やっぱりちょっと負荷の高い作業は、やっぱり M1 Pro でも全然強いのかなと。8コアでもこういう結果が出ました。ただシングルコアとかに関してもそんなにやっぱ M1 強いなっていう印象を受けましたね。はい。で、ちょっと続いて GPU の方行きたいと思います。Air が、M1 が2529。でも意外とちょっといいですね、スコアは。はい。で、果たして、38,891。ちょっと上がってますね。僕、初日測った時ちょっと低くて、いくらだったかな？もう28,000とかだったんですよね。ちょっとやっぱり最適化されてるんですかね。はいはい。38,000。なかなか十分いいのかなっていう感じはしております。はい。といった感じで今見てもらったと思うんですけども、ギークベンチのこのスコアで見ると、特にシングルコアとかは、特に M1 と比べてもそこまで変化はないのかなと。そんな変わんないのかなと思いましたけど、ただね、実際使った感じ、体感だとM1 Pro がなんかちょっとサクサクして動くなっていう感じは正直あるんですけど、ここはブレとかもまだね、ちょっとあるみたいなんで、あくまで参考程度かなっていう感じで、なんで今後ちょっと最適化してくるのかなと思います。続いてはね、シネベンチですね。こちら
らのソフトの方で、テストしたいかなと。こちら、3D 制作のソフト会社が作ってるね、ツールなので、ちょっと本格的に、10分かけてさらにちょっと負荷をかけたね、テストをやってみたいかなと思います。はい。ということで、それではどうぞ。3D とか 4D のソフトの会社のソフトなんで、結構もうちょっと負荷の高い、ものができます。ということで、ちょっとマルチコア、はい、スタート。さあ、どうかな。さあ、ほぼ同時に始まりましたが、でも M1 Pro が早い。ちょっと M1 Pro やっぱ早いっすね。GPU 性能ちょっとさっき見た通り、スコア的には割と倍近い差があったので、M1 Pro がね、早いのかなっていう感じはありますけどね。ぐるぐる回るのが早いね、やっぱり。はい、ちょっと待ってみたいと思います。半分ぐらいかな、5分ぐらい経ったんですけども、CPU をやっぱかなりね、もう最強に使ってるよっていう感じですね。こっちがAir ですね。700% ぐらいいってるのか。もちろん M1 Pro も結構ゴリゴリに今、使ってるっていう感じですね。でもやっぱ M1 Pro の方がちょっと早いですね、やっぱり。暖かさ、ちょっと暖かいかな。プロも、そんな温度的にはそんなに変わんないかなと思いますけど、ファンとかはでもね、一切ならないですね、プロも。エアはファンついてないんで、あれなんですけど、さあ、どうなるのかな、ここから。ということで、マルチコアが、出ましたね。エアが、M1 が7049ですね。ちょっと Core i9 よりちょっと上ぐらい。下か。M1 Pro が9335なんで、やっぱりちょっとね、8コアでもやっぱ差はつくのかなと思いました。はい。画像とか入ってくると、Core i9 とかよりはちょっと上かなっていう、ところであるんで、普通に使うならこのぐらいでね、十分かなっていうところですね。シングルコアに関しては今、1個目か。レンダリング1個目なんで、そこまでね、負荷の高い作業よりは、そこまで差はないのかなと思います。はい、ということで出ました。シングルコアが1491、MP レイティ 4.73 か。11世代のインテル Core i7 に、勝ってるのもあるのか。すごいな。はい。で、気になる M1 Pro は1526ってことで、あんまりそんな変わらないでね。やっぱりその軽い作業面ではそこまで、変わらないのかなっていうところですね。ということで、シネベンチに関してはですね、シングルコアですね。軽めの作業に関しては、M1 Pro がね、早かったとはいいんですが、一応ほとんどスコア的には大差ない感じではありますね。ただやっぱ負荷のかかる作業ですね。グラフィック性能とか、マルチコアの、テストだと、結構見てたんですけど、見ていただいた通りですね、結構周回ぐらいになるぐらい、差はあるのかなと思いました。また僕はですね、一応メインとして M1MAX の最強の一番32個かな GPU 乗せたものを購入したので、こっちは一応ね、メインにする予定ですので、そちらの比較もね、楽しみですね。なんでちょっと気になる方はぜひね、ちょっとチャンネル登録していただいて、お待ちいただければなと思います。はい。最後は、動画編集ですね。僕使っている Final Cut Pro での、比較になります。これちょっとね、驚きの結果になったんですけども、今回一応4K の 60fps の動画で試してみたいかなと思います。ではちょっとご覧ください。はい。ということで最後はね、Final Cut Pro いきます。バージョンはね、10.6 ですが、M1 がビッグサーで、こっちはモントレーね、一応あえて、合わしませんでした。合わしてもね、やってみたいと思いますが、で、今回の素材としては、4K ですね、の 60p のだいたい、15分弱ぐらい、14分36秒ですね。これでも全然、シーケンスとか再生も、M1 でも全然余裕かな。これ、倍速でやっても、特にそんなカクつきはないですね。で、こっちも同じなんですけども、なんか使った感じはやっぱり M1 Pro の方がなんかね、ちょっと動作がすげえ軽やかな気がする。全然こんな感じですかね。倍速再生しても、はい、全く、なんだろうな、カクついてる感じはしないですよね。すごいね、これ全然。この全く同じ動画で、一応レンダリングファイルとかもね、全部消してるんで、全く同じ状態にして、設定としては、Apple デバイスで、ビデオコーデック H264 ですね。一応処理速度が優先にはしております。で、1080p で書き出しですね。容量的には 1.66GB なので、そこまで重くはないんですけども、これでなんで、
全く同じ状況で書き出してみます。はい、同時にやり出しましたと。M1 なんで今 1% かな。2% で、でもこの時点でもう早いな。5% かな、もう。結構もうすでに差がついてますね。ちょっと30、40秒ぐらいかな。ちょっと押すの遅れたんですけども、今、15% ぐらい M1 が、31% M1 Pro。さすがに GPU 性能高いので、標準モデルでも一応今のところ倍ぐらいの速さで書き出しております。さあ、どのぐらいでできるのか。これで今ね、3分半ちょっとかな。おそらく。で、M1 がね、今まだ 40% ぐらいですかね。メモリプレッシャーは 36% なんで、そこまでいってないですね。ただもうね、M1 Pro も 92% 終わりそうなんだよね。メモリのプレッシャー、ちょっとやっぱ高めなのかな。その分頑張ってるって感じですけど、CPU は、いや、でもまだ全然、ね、満タンまではいってないかなっていう感じですね。今、ファイナルカットでかなり使ってはいますけど、M1 はでもそこまで、プレッシャーもかかってはないのか。はい。別にそこまで熱いってことはね、ないし、M1 Pro もやっぱファンはついてるんですけど、全然なんだろうね。何にもならないですね。さあ、そろそろ終わりそうですが。はい。てかもう気がついたらね、M1 終わってた。多分今4分20秒ぐらいかな。実質多分4分半ぐらいで今、4K60fps かな。処理速度優先の、軽いあれではあるんですけども、早いな、めちゃめちゃ。はい。で、今、M1 まだね、48% とかだね。これ結構差が出ますね。やっぱり動画編集のところは、強いか、M1 Pro。ベースモデルでこれなんで、負荷かけたらね、さらに変わってくるかもしれないですね。ということで、M1 がね、ようやく終わったんですけども、時間が、なんと、13分ぐらいかかりましたね。実際もうちょっとかかってると思うんですけども、意外とね、かかるなっていう感じしました。一応4K ね、60p で5分ぐらい弱ね、あるんで、意外とこんなかかってたかなと思って、あんま 4K で僕は書き出しないんであれなんですけども、設定をもうちょっとこれ重くしたらもしかしたら差が出るのかもしれないですけどね。今回の場合だと。ちょっと面白かったのが、バッテリーの消費が、やっぱりね、M1 は書き出し時間が結局長いんで、今全く同じ作業を今までずっとしてきたんですけども、M1 Pro が 77%、結局 M1 Air が69% なってるので、ちょっとこれ面白いかなっていう、結局書き出し時間が長い分ちょっとバッテリー消費しちゃったっていうのが、面白いかなと思いましたね。はい。という感じで、個人的にはちょっと思ったよりに差がついたなっていうね、感じでした。はい。3倍ぐらい、早かったかな。今回のテストではなんですけども、一応 M1 Pro の GPU が14コアでね、僕の使ってる M1 のモデルは8コアなので、そこら辺の差はあると思うんですけども、こんなに M1 時間かかってたかなって思ったぐらい、意外と時間かかったなって思う。で、動画編集ですね。これは本当は M1 の標準モデルからでもやっぱちょっと変える価値みたいなのあるのかなって、ちょっと使ってみた感じのね、思いましたね。今のところはですけどね。ということで最後ね、これ気になる M1、この M1 Pro 14インチ標準モデル、じゃあ誰が買うべきなのか。誰が、買うべきなのか、じゃあ M1 がいいのかみたいなね。どういった人が M1 がいいのかみたいなところね、ちょっと見えてきたので、そこら辺をね、いろいろまとめでお話ししたいと思いますが、使ってみてね、これ思ったんですけども、基本的にやっぱベンチマークとか、見ても普段のネットサーフィンとか、動画見るとか、その中身のその性能面、スピードに関しては、正直そんな変わんないかなっていうね、ところはあります。ただちょっとなんとなくサクサク動く感じはあります。ただ大差はないかなと、M1 と。ただその画面の大きさとか、やっぱ綺麗さだったりとか、この明るさとかですね、あと画面の反射もなんかちょっと少ないかなと思っているしたんで、その使い勝手の部分で、結構魅力っていうのはあるのかなと思います。そこに魅力をね、やっぱ感じるのであれば、14インチでもね、ちょっと M1 が不満かなって思ってる方であれば結構変える価値はあるのかなと思いますね。はい。特にやっぱスピーカーに関してはかなり音とか、空間的に聞こえたりね、かなりやっぱ違うなと思ったので、そこら辺やっぱり音楽体験とか映画見たりとかそういう体験重視したいなら結構ありかなと思いました。ただちょっと普段使いで考えるとちょっと価格はね、ちょっと高いのかなっていうね、気はします、正直ね。
コスパで考えるとそんな良くないかなと。たださっきのちょっと比較とか、見ていただいた通りですね、動画編集だったり、画像とか、音楽、DTM とか音楽制作とか、そういった面、とかはかなりやっぱいいんじゃないかなって、やっぱそういったものにやっぱ作られたマシンなのでいいのかなと思いましたね。実際 M1 でこう慣れた僕でもですね、結構編集のこの動きとかも結構サクサクしてんなっていうのが感じました。M1 と比べても、全然このモデルでもいけるんじゃないかな。ちょっと容量やっぱもうちょっと欲しいかなと思うんですけど、512ギガだとちょっときついかなと思いますが、クリエイターの方とかは全然やっぱねこれいいんじゃないかなと思います。意外な発見としてはちょっとバッテリー持ち、ちょっとさっき話したと思うんですけど、普段使いだとネットサーフィンとか、動画は大丈夫だけど、M1 の方がねやっぱり充電持つかなっていうね思いますね。ちょっとやっぱ減りが早い感じがしました。ただ負荷結構重い負荷の作業とかですね、さっきみたいな動画の書き出しとかゲームとかもしかしたらそうかもしれないんですけど、逆に新型このプロの方がですね、結局さっきみたいに動画の書き出しだと短い時間でね終わらせれるんで、結果的にバッテリー持ちがこっちの方が消費しないっていうね、なんかそういった意外な発見がありましたね。そこで結局 M1 よりは逆転するみたいなところはありました。はい、まさに本当にこの制作なんか作るためのマシンだなってね、改めて感じましたね、使ってみて。なんでやっぱり自分がじゃあコンテンツを消費する時間が、長いのか、それとも作ってる時間が、制作する時間が長いのかとか、僕の場合だとどっちもっていうね感じになるんですけども、そこら辺でじゃあ、コンテンツ、ネットサーフィンとか特にずっとやってるような方は M1 がいいのかなだったりとか、やっぱり動画編集とか、画像編集とかに結構時間使うなっていう人だったら、やっぱプロやっぱ14インチとかの方がいいのかなと、そこら辺でね、選べばいいのかなと思いました。ということでこちらの動画少しでもね役に立ったなと思った方はぜひグッドボタンだったりチャンネル登録、通知ベルもお願いします。Twitter もやってますので、また動画で話してないね、こととかもツイートしたりしてるんで、よかったらフォローお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。はい、ということでね、このやっぱデザインがなかなかやっぱかっこいいね。ちょっと厚さは気にはなりますけど、やっぱいいな。動画編集には最高。普通に使うとちょっとバッテリー持ち悪い感じはするけどね。はい。画面綺麗。ということでもうちょっとね使い倒してまたレビューしたいと思います。ではごきげんよう。